おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は、前回の動画でエンジンルームを組み上げて車を仕上げると言ったにもかかわらず、やること多すぎて全然動画が進まなかったので、今回の動画こそは車を仕上げたいと思います。エンジンルームの組み立てはある程度終わってるので、今回は外装をメインで進めていきます。注文ミスしたブレーキホース、これがちゃんとした正しいやつが届いたんでつけていきたいと思います。今度は長さ間違ってないと思うんだけど、どうバッチリ合ってました。この車ね、ワイドトラックっていうやつで、普通の軽タハムよりね、このトレッドが広くなってるんですよ。車幅が広い。だからその分ね、ブレーキホースも長いのにしなきゃいけなくて、親切にワッシャーもちゃんとついてきてる。干渉しないかな、大丈夫かな。大丈夫そうだね。よいしょ。ちなみに元のホースはこんなんでした。傷んでるっていうか汚れてる。これ元のやつもね、メッシュホースなんですけど、メッシュって言ってもね、中はゴムですからね。きっとゴムが劣化してると思うから、ブレーキホースはね、変えておきたかったです。この間ミラーつけ忘れてたから、ミラーもつけちゃいます。ネジのサイズが違うんだけどあー、そっか、もともと緑色のやつか。そうだ、もともとこっちだ。もともとこっちのミラーでした。こっちが前のオーナーからもらったやつ。これもともとついてたやつ。ネジの太さが違くてつかないです。どういうのが正解なんだろう。多分バイクのミラーとかでもつきそうだけどな。結構車種によってミラーいろいろ違うねみんないろんなのつけてるんだ。これは正解っていうものがなさそう。こうでいいよね。穴広げちゃおっか。取り付けの穴広げます。いい感じ。やっぱりミラー見えにくいから変えます。こっち。これはグロムのミラーですね。見た目はほとんど変わんないです。ただここが首を振るかどうか。ただこれだけ。でもこれだけだけどね、相当後方視界変わるんじゃないかな。だいぶ見やすくなった。このレンズの首振るの重要。これはならいい。こっちのミラーにしときます。こっちのミラーならすごく後ろが見やすい。そして前回付け忘れてたワイパーブレード、これも付けていきます。ちょっとね、塗装が剥がれてちょっとみすぼらしいんですけど、直してる時間がない。とにかく車検に間に合わせなきゃいけないから、とりあえず組んじゃいます。よしよし、 OK。 前回付けれなかったホロの裏骨、これ部品庫から見つけてきたんで、かなり奥の方にしまい込んでありました。これつけてホロをちゃんと貼りたいと思います。まずはフレームに引っ掛けてネジで留める。そして骨がこう来て、こんな感じかな。これでホロをかけて、ちゃんとホックとかが止まらない。長さが若干足りないもんね。ちょっとガラスの立て付け調整します。
少しだけガラス傾けたんですけど、これでもギリだな、超ギリだな。どうにかでも止めれる。晴れた。うわ、超パツパツ。一応晴れた。ほら、取り付け完了。ちゃんと中に骨も入りました。ただこれつけるのめっちゃ大変。ロードスターとかの電動のホロって素晴らしいですね。裏骨はね、パイプが2本入ってます。後ろに1本で前に1本で、ここをねバンドで紐で引っ張ってるような感じですね。でホロ自体はこの1本目のパイプにマジックテープで固定するような感じになってます。そして外側はホック止め。もうこれがねほんとパッツパツで止めるのすごく大変でした。ちなみにトランク後ろ側もねホック止めです。これは貼るの大変だな。ホロは雨が降った時の応急処置として普段オープンの方がいいかな。いや、あえて貼りっぱなしもありか。でも暑いよな。夏はオープンだよな。ホロを外して収納するところもね、せっかくだからね動画に映したいしね。まずはこのサイドスクリーン、ドアを外して、反対側も外して、これを折りたたんで、この中にねトランクの方にしまっておくと、繰り返した状態で内側に折りたたんで、よし、こんな状態。これでトランクにしまっちゃいます。でこの折りたたんだホロを入れて、でサイドスクリーン、よし、これで OK で、あとはこのトノカバーを、このバーをつけたまんまねしまえるようになってるみたいです。この状態。これでホックを止めれば OK。まだ外すのは簡単だな。ちなみにトランクスペース、ホロとサイドスクリーン、これをしまっちゃうとね、ほとんど何も入れるスペースないですね。トランクの中がもう何も詰めない状態。本当にね、これホロをしまっとくためだけのスペースですね。雨に濡れてもいいからトランクスペースに何か積むか、雨に濡れたくないからホロをしまって何も運ばないか、多分その2択しかないんだろうな。そもそも自分たちの飲み物、運転中に喉が渇いたとかって言って飲み物積んどくスペースもないですからね。とりあえず開け閉めめんどくさいからしばらくの間はオープンでいきます。優柔不断か。次はヘッドライトの配線加工をやっていきたいと思います。ヘッドライト外すのにね、全部配線切って外したんですよね。この辺にね、こうギボシとかカプラーとかがついてなくて、この配線がそのままこのフレームの中通ってヘッドライトの方に来てたんで、ヘッドライト外すために配線切ったんですよ。ここのギボシを外さないと、こっからね配線を引っこ抜けなかったんです。そして元々の配線はこんな感じになってました。ギボシでつながれてる線もあったりしたんですけど、こんな感じでね、今にもギボシが外れそうというか配線が切れそうな状態の線がたくさんあったんで、これを全てつなぎ直していい感じの配線にしていきたいと思います。配線引き直しっていうほどじゃないんですけど、ギボシ、この辺のねヘッドライトのギボシとか、一部作り変えたりとか、あとここ次ヘッドライト脱着するときに、これ外すときに外しやすいようにここにねギボシかカプラーかつけて直していきたいと思います。よいしょよいしょ。もうね、これがよくわかんないんですよ。
カプラーがあってギボシでつながってるやつ。こっちのポジションランプもそもそもここの根元でこうやって脱着できるやつなのに、そのすぐ後ろがまたこうやってカプラーでつながってて、でさらに辿っていくとこうギボシがいるみたいなね、こういうわけのわかんない配線嫌いなんで、もうちょっとスマートに配線直していきます。とりあえず外しちゃう。よいしょよいしょ。配線は全部切り落として、よいしょ。でもう一回こっち側を新しく配線加工しちゃう。圧着でかしめて、そして収縮チューブをライターで炙って防水処理。よし。カプラーとカプラーで、その先は圧着端子でまとめてます。でこのままだと配線ばらけちゃうから、こっからビニールテープでぐるぐる巻きにしていきます。できたー。ここのカプラーはこういう感じでね、こうなってこっちにポジションランプがきます。出来上がった配線はこのヘッドライトの中のここから通して、このパイプフレームの中を入って、このウインカーのね後ろ側から出てきます。こうやって。そしたら次はこの横のパイプ、これにも穴が開いてるんで、このウインカーの線とヘッドランプの線と両方とも通していきます。これで純正のいらない配線カットしちゃって、よいしょ。ここの配線はギボシでつないでいきたいと思います。本当はね防水のカプラーとかも使いたかったんですけど、配線の太さがね2スケから 1.25、0.75、0.5 とねまちまちなんですよ。ここそのサイズを網羅できるちょうどいいサイズのカプラーがなかったんで、諦めてギボシでつないでおきます。圧着してスリーブをかぶせて、して配線をつなぐ。あ、硬い。よし完成で、ヘッドライトがここカプラーつけたんで、ポジションランプはカプラーオン、カプラーオンで、こっちのヘッドライトバルブはカプラーオン、純正そのまま。よし、これでライトの配線終了。やっとヘッドライトの配線終わった。めちゃくちゃ綺麗にまとまりました。ほら、こうやって綺麗にまとまってると綺麗ですね。今回のこのエンジンルームの作業、めちゃくちゃカメラの回ってないところでの作業が多かった。カメラで撮影してもなんかくどくなるかなと思って撮ってなかったんですけど、ここのね水温計とかこのウォーターラインの配線、これもともとねこっち側通ってたんですよ。でここのね駅間にね配線に巻いてあったスパイラルチューブ、これがこんな風に溶けてたから、こっちの取り回しをねちょっと変えて、こっちの駅間にじゃない方で取り回して直したりとか、油圧系の配線直したりとか、まあでも一通りエンジンルームの配線、ガソリンホース、ウォーターライン、だいたい全てつなぎ終わったので、全部つなぎ終わったんじゃないかな。唯一つないでないのはここのスカットル部分につなぐヒーターユニットの線ぐらいかな。これ以外は全部つなぎ終わったから、あとはエンジンかけることができるかな。これでエンジンルームの作業は終わったと思います。最後、ボンネットを磨いていきます。車のボディで磨きを入れるのはボンネットが最後ですね。これを磨けば車の9割方完成になるかな。
全体的に白くくすんでてちょっと汚れてるのと、ところどころねへこみが、こんな感じの飛び石傷かな、こんなのがあったりするんで、板金して綺麗にしていきたいと思います。ここにはねちょっと深めの傷があったりします。この間スカットルやった時にね、割と綺麗に調子よく板金、そして磨きができたんで、同じように作業やっていきたいと思います。まずはへこんでるところ、裏から押し出していきます。カメラだとどこだろう、これか、これ裏側からグリグリグリっと。柔らかくて、しかもベコンベコンだね。ちょっと力かけるのが難しい。この間のスカットルの時はまだねこう張りがあったから板金やりやすかったけど、これ大変かも。すごいブヨンブヨン。少し出たかな。ちょっと出過ぎたから今度ハンマーで叩いて少しへこませます。あ、いい感じ。そしたら次は120番のペーパー、これでさっきの傷とかちょっとこうへこんでうねうねしてるところとか削って平らにしていきます。この傷大丈夫かな、削っちゃって。頼む、傷落ちてくれ。いや、傷っていうよりもう割れてるんだ。割れてるんだ。割れてるんだ。これはもう無理じゃん。このボンネットの前側、これはね傷じゃなくても割れでした。裏側見るとねこうなってたんですよ。これへこんでるの、裏側から。ボンネットのここにもともと何があったかというと、ホースバンド。今これ新しいタイプだけど、元のやつはこれがこういう風についてました。このホースバンドの頭がボンネットに当たったんですね。それで裏側から押されてへこんだみたいな、表側出っ張ってきたみたいな、でそれちょっと直したから割れてるみたいな、そんな感じです。これでギリギリなんですね。ギリギリと言ってもあれか、普通に乗せてる分にはボンネット当たらないのか。多分上から体重かけてグッてなった時に押しちゃったんだろうな。でも新しいホースバンドにしたからね、少しだけボンネットとクリアランスは広くなりました。ということで、もうこれ完全にねひびが入っちゃってるんで、これは直せないです。僕のスキルじゃ直せないです。多分これ直すとしたら溶接でここを埋めて、でまた削って表面平らにして磨いてをやらなきゃいけないから、磨くのはねいくらでもできるんですけど、溶接がねできない。もうティグ溶接持ってないし、だからもうこれはこのままいきます。ちょっとペーパーで傷つけちゃったから、この傷はきれいにしますけど、割れてるのはもうご愛嬌ということで、27年前28年前の車だからね、こういう傷とかはあったとしても味ということでね、このままいきましょう。引き続き他のへこみも落としていきます。こうやってペーパーで削ると高いところは削れて低いところはペーパーが当たらない。パテ削ったりするときと同じですよね。これが平らになるように全体がねペーパーかかるように削っていきます。あとは機械使ってペーパー面を細かくしていきます。へこむんだよな、へこむんだよな。それが難しいな、このボンネットは。
800番のペーパーまで目消しが終わりました。全体的に鈍いような感じの輝き。なんかパッと見このくすんだ状態のパネルと輝き具合そんなに変わらないですね。ここまで磨いたら次はポリッシャーに白棒、これで磨いていきたいと思います。前回これで磨いたらね、超ピカピカになりました。うれ、超ピカピカ。この反射具合、磨き第1段階終了。1時間半ずっと磨いてました。側面のね、飴染みとか白錆みたいなのもひどかったし、上側ね、このべっこんべっこんしてすんごい磨くの大変でした。やっと綺麗に粗磨きが終わった。本物の鏡と見比べるとこんな感じです。まだね、ちょっと曇ってるというか、すっきりはしない感じですよね。そしたら次は艶出しかけていきます。いつもね、ブルーマジック使ってるんですけど、今回はホワイトダイヤモンドっていうのを使ってみたいと思います。サブチャンネルでアンケート取ったら、ホワイトダイヤモンドが結構使ってる人多かったんで、今回これで艶出しかけていきます。これはリキッドですね。リキッドのコンパウンド。半練りとはちょっと違う液体タイプで、スポンジで磨いていくんですけど、スポンジがね、ブルーマジック使ってたやつのままだから、ちょっとね、ホワイトダイヤモンドの性能を評価するには本当は良くないですよね。ただ他にスポンジがないんで、これでかけていきます。結構飛び散るね。やっぱリキッドだからすごい飛び散りが。吹き上げるのはファイバークロスよりこういう普通のウエスの方が、メリアリウエスの方が綺麗に吹き上げれる、ツヤが出ますって教えてもらったから、こっちで吹いていきます。こういう感じか。これね、カメラではね多分伝わらないかもしれない。ツヤの具合はね、ブルーマジックと遜色ない感じ。ただなんだろうな、パネルのね色味、ブルーマジックはもうちょっとね青く輝くんですよ。深みのあるような雰囲気。ホワイトダイヤモンドはちょっとこう白っぽい、ホワイトっていうぐらい白っぽい。なんて言ったらいいんだろう。なんかこっちの方がアルミの色味がちゃんと出てるかな。アルミっぽい色をしてますね。せっかくだからちょっとブルーマジックで隣半分磨いてみましょうか。バフで磨くとね、もうごっちゃごちゃになって分かんなくなるから、ちょっと手磨きで失礼します。やっぱブルーマジックの方がちょっと青っぽい。こっから右側がホワイトダイヤモンド、左側がブルーマジック。カメラじゃわかんねえか。ちょっとね、ホワイトダイヤモンドの方がアルミっぽい色味、ちょっと白っぽいツヤの感じです。ブルーマジックはちょっと青みがかって深みのある感じ。これは好みだな。ツヤの具合はね多分そんな変わんないです。完全に好みの問題ですね。とりあえずホワイトダイヤモンドでボンネット1枚全部磨いちゃいます。細かいところ、このボンネットのルーバーはね、バフ当てると全部スポンジ削れてっちゃうから、ここは手作業です。ここが一番時間のかかるところ。じゃん。ざっと仕上げてこんな感じ。
よーく見るとね、やっぱバフ目結構残ってますね。こうギラギラした感じ、ぐるぐるした感じ。やっぱアルミに鏡を求めるのはちょっと無理があるのかな。どうにか頑張ってアルミパネルをステンレス板ぐらいまでは持ってきたいんだけどな。ちょっと無理があるのかな。太陽光の下で見るとね、光ってこのバフ目とか全然見えないんですけどね。この蛍光灯とか、あと水銀灯とか、そういう室内で見るとね、ちょっと見えちゃいますよね。バフ目もそうだしね、この拭き取りのクロスの線傷というか、こういうのもね、結構残ってますね。こう、指でね、こうやって擦るだけでもね、簡単にほら、傷が入るんですよ。名車再生スーパーセブン。チャンネル登録よろしくね。よいしょ。そしてノーズコーンをつけまして、よいしょ。ここの当たりゴム、ボンネットを乗っけるときにつく当たりゴム、これ純正が出たんで、これ純正品、これ貼っていきます。よいしょ。ちゃんと脱脂だけはして、これでピカピカに磨いたボンネットを乗っけ、あ、こっちから行くとあれだ、キャブレターインテークが当たっちゃうから逆方向だな。こっちからボンネットの開け閉めしないとダメだね。スーパーセブン完成です。かっこ仮。グッドボタンチャンス。これで外装は8割方完成かな。あとは仕上げ磨きを入れてエンブレム貼ってほぼ完成だと思います。で、あとやらなきゃいけないのはバッテリーつないで導通チェックで、エンジンかけてキャブレターの同調を取って、注文間違えてたサスペンションを交換して、あ、アライメントも見なきゃ。フロントのタイヤがね、キャンバーとかトーとかが変わるから、フロントだけアライメントチェックかな。リアはねリジットだから関係ないんですけど、フロントはやらなきゃダメ。それぐらいかな。で、整備工場持ってって工軸見てもらって、キャブレターももう一回マフラーの排ガステスター入れてガスの濃度見ながらちょびっとこう調整してもらってみたいな感じをやってもらって、車検という形になります。車検取得まであと2週間ないんですよね。撮影時点で2週間だったから、この撮影に4日かかってるからね。あと10日で車検を取らないとイベント間に合わなくなっちゃうんで、間に合うのかなこれ頑張ります。頑張らないとマジで。じゃないと仮ナンバーで持ってくわけいかないからね。積載車積んでいかなきゃいけなくなっちゃうから、どうにか車検をまず取るのが第一優先。そして細々したところ、組み付けだとか仕上げ磨きだとかもう後回しかな。車検取ってからになるかもしれないけど、とりあえずもう車検取るまで10日しかないので頑張って仕上げたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。やば、間に合うの間に合うの。ちなみにここ数日残業続きです。本日の作業終了時間夜の12時20分。まだ今日早い方だ。昨日はね夜の3時までやってました。